皆さん、こんにちは。小松です。今回からウサダペコラを作っていきたいと思います。今回制作するキットは、藤山三角様のキット。悪夢のトレフェスオンラインで運よく手に入れることができたキットです。関西在住の私としては、東京に行くのはなかなか大変で、オンラインでのイベントということで非常にありがたかったんですが、やはりというか、人が殺到して、サーバーは、落ちるは変えたかどうかわからないわ。という大混乱イベントになってしまいました。とはいえ、大好物、大好きな VTuber のフィギュアが作れるという、夢イベントのために、6時間ほどパソコンにかじりついてゲットしましたよ。キットのパーツを確認したら、微経済落としを行います。今回は、ウォーカーズの洗剤を使ってみたいと思います。まあ、油落としに効くならり、経済くらい落ちるやろ、という適当理論で、試してみたいと思います。2パックなみなみ注いでタッパーを満たしました。さすがに洗剤なので、ドロドロした液体です。これが油汚れに効くんだよな。知らんけど。また、そのうちり、経済落としの動画を、小松模型の隠し部屋にあげたいと、思います。この状態で1週間放置しておきます。1週間漬け込んだら取り出します。すごい粘土だ。これは水着フィギュアとかだとなかなか楽しめ、いやなんでもないです。一度水洗いをして、歯ブラシとクレンザーでブラシかけを行いました。その後、鍋で煮込んでうさぎ汁を、パーツの歪みと溶剤を飛ばしていきます。では仮組み工程に入ります。まずは、仮組みで邪魔になる湯口をニッパーカットします。このキットは、軸打ちをするガイドがなかったので、マスキングゾルを点付けして、組み付けることで、穴開けの目印にします。ガイドに合わせ、リューターで穴開け。ここにアルミ棒を差し込みます。これで軸打ちが1箇所完了です。これを繰り返し、パーツを組み立てていきます。組み立て完了です。すでに可愛い。完成後はバンパーパテで接着しますが、接着力を増すために、三角ビットでへこみを作ります。
では表面処理を進めていきます。ちょっと気になったので、先に BMC タガネで筋彫りを深くしました。では1回目のヤスリがけ作業。パーティングラインをスポンジヤスリで削り落とします。モフモフパーツはスポンジヤスリでパーティングラインを削ってしまうと、せっかくのモールドが消えてしまうので、リューターで削り落とします。髪の毛パーツは2箱の回でも使ったシリコン砥石の先端を細くカットしたものをピンバイスに刺してヤスリがけを行います。さらに細かいところは紙ヤスリを小さくカットし、ピンセットでつまんでヤスリがけを行います。パーティングライン処理が終わったので、フィニッシャーズのラッカーパテで気泡や傷などを埋めていきます。スカート部分にはかなり大きなへこみが見られたので、広い範囲にパテを塗り込みました。パテが硬化したら、スポンジヤスリでヤスリがけ。スカートの厚みがかなり分厚かったので、薄く見せるように、リューターで両線を削ってみました。スカートの処理、完了です。サフを吹かない肌パーツの気泡はプラパテで埋めてしまうと、肌色を吹いた際に見えてしまうので、瞬着硬化パテの粉とガイアノーツの瞬着硬化パテホワイトを混ぜ合わせたもので穴埋めを行います。瞬着硬化パテだけでもいいんですが、粉を混ぜることで接触性が良くなり、硬化スプレーと同じですぐ硬化してくれるので、肌パーツはだいたいこれを使ってパテ埋めを行っています。パーツの表面処理ができたので、サフ拭きを行っていきます。軸打ちをしたパーツは、軸をクリップで挟んで持ち手に、軸打ちをしていないパーツなどは、ドリルで見えないところに穴を開けて竹串を通します。リボンなどの小さいパーツは、0.5 ミリの真鍮線を通して軸打ち。それをクリップで挟んで持ち手にします。すべてのパーツに持ち手をつけました。サフを吹いていきます。サフ拭き完了。引き続き、肌パーツはガイアノーツのプライマーを吹きます。肌パーツは、ホコリがつくとプライマー塗り直しになってしまうので、乾燥ブースで乾燥させます。乾燥したら、目の部分はマスキングゾルでマスク。肌色パーツの塗装を行っていきます。まずはシャドウ拭きを行うため、回転台の上にバイスを置いて、持ち手を挟んで塗装台にします。寒いからか年なのかわかりませんが、手が震えるのでこうすると、両手でエアブラシを支えられ、安定したシャドウ拭きができます。
シャドウ拭きを行った後、肌色を拭いていきます。まずは、肌色1回目を塗装しました。これを何度か繰り返し、希望の肌色まで色を立ち上げていきます。ペコーラちゃんの肌は比較的白いので、こんなもんでしょうか。十分に乾燥させたら目に塗ったマスキングソルを除去。目の塗装に入る前にウレタンクリアを塗りますが、今回はエコロックハイパークリア S を使ってみます。乾燥時間が早く、比較的安いので使ってみての感想ですが、かなりおすすめです。唯一気に入らないのはこの取材の缶だけですね。開けるのがめんどくさい。ちなみに今回購入したのは 300g タイプで3000円でした。フィニッシャーズの GP01 がざっくり 100g で3000円弱とするとお値段大体3分の1。ミスターカラーのスーパークリア3が 18g で230円くらいなので、ほぼ同等のお値段でなかなかお得です。拭いたら再び乾燥ブースへ。気温にもよると思いますが、2時間程度で触れる状態になりました。では目を描いていきます。ネットで買ってきたミニバイスに顔を取り付けて、クリアオレンジを少し薄めたもので、目の輪郭を下書きしていきます。ざっくり線を描いたら、エナメルシンナーで少しずつ線を削って希望のラインを出していきます。時折髪の毛パーツを取り付けて、バランスを見ながら下書き完成。下書きの線の上からなぞるように、クリアオレンジにブラックを混ぜたエナメルで描いていきます。ここでもはみ出したらエナメルシンナーで削って、できるだけ線が太くなりすぎないよう注意しながら作業を進めます。まつげはさらに濃い色で塗装。
まつげの上の線も描いていきます。目の線も少し薄く感じたので、重ね塗りをして色を濃くしていきます。全体のバランスを見つつ、まつげの線を追加。目の線ができたら、ここでクリアを吹いて乾燥させます。髪の毛をつけるとこんな感じ。ちょっと凛々しい感じになりました。クリアが乾燥したら希釈したクリアオレンジをのせて、ベースのグラデーションを塗ります。ニパコでもやった傾けグラデーション。乾燥したらさらにクリアを吹き、上から目の線を描いていきます。目の線が描けました。ちょっと目が回ってるみたいにも見える。少しベースのグラデーション色が薄かったので、
さらに、上にクリアオレンジとブラックを混ぜた色をのせて調整します。口の部分は肌見えているということで白で塗装。マロ眉毛も前髪でほとんど見えませんが、それっぽく塗っていきます。ここからハイライトを入れていきますが、ペコーラは黒目の中央にウサギマークが入っています。さすがに細かすぎて見えないので、ルーペを使いつつ描いていきます。それっぽく見えたらいいかな。暗いですが、こんな感じでウサギマークが入りました。他のハイライトも入れます。アイペイント完了です。ちょっと凛々しい感じのペコーラになりましたが、いかがでしょうか。では今回はここまで。次回は服などのパーツを塗装していきたいと思います。